こんにちは、ぴょんです。南半球の春が深まる11月の上旬。ずっと憧れていたニュージーランドのクイーンズタウンを旅してきました。この動画1本ご覧いただくだけで、大人2名の総旅費とおすすめのホテル、レストラン、観光の情報がすべてお分かりいただけます。実際に旅に行かなくても一緒に旅行している気分が味わえるように、行ったことのある方には懐かしさを感じられるように、そしてこれから行かれる方のご参考になるように、どのような方がご覧になっても楽しめるように動画を作りました。それでは1週間のニュージーランド旅の始まりです。今回もスーツケースはレンタルしました。自分のものを買おうかずっと悩んでいますが、保管場所を取らないのと旅行ごとにぴったり必要なサイズを使えるため、レンタルをやめられずにいます。このスーツケースは仕切りがなくとても使いやすかったです。緩衝材を入れておくと荷物の保護やお土産を包むのに便利です。私のパッキングは至ってシンプルだと思いますが、旅行日数の半分くらいのお洋服、洗面用具、化粧品、薬やサプリメント、そして今回は旅先が寒そうなので、コートと防寒具を詰めて預け入れの荷物は準備完了です。これ以外に機内持ち込み手荷物は化粧品や保湿に使うアイテム、折りたたみ傘など機内だけでなく空港からホテルに着くまでの間にも使えそうなものをリュックに入れて、パスポートやカメラ、充電器など特に頻繁に取り出すものはサコッシュに入れて肩掛けしています。海外へ行く時の手荷物は汚れても大丈夫な素材と犯罪者から狙われなさそうな地味な見た目を重視しています。出発直前にしておいたことは検疫の申告、ニュージー ETA の申請、eSIM のダウンロードです。ニュージーランドへの渡航は観光税$100に観光ビザが最低$341からと高額ですが、日本人はビザが免除されているため、代わりに電子渡航認証で大丈夫です。ウェブ申請は$23、アプリ申請は$17ですので、アプリ申請一択です。eSIM はいつもの窓にしています。理由はシンプルで安いからです。最近よく eSIM の案件を見かけますが、これは私が勝手にご紹介しているだけで案件ではありません。先着5名様は $7 値引きされるそうですので、どなたか私のクーポンコードをどうぞご利用くださいませ。使っていただくと私にも $7 のクーポンがいただけるそうですので、次回の旅行で使わせていただきます。海外でもネットがつながると翻訳アプリや地図などが不自由なく使えるので良い世の中になりました。成田空港第1ターミナルから出発です。海外旅行からでしか得られない刺激が空港からどんどんと感じられ始めるのでたまらないです。間違いなく私は旅のために仕事を頑張っていると言えます。ANA ラウンジで一息ついてから夜間フライトに備えてシャワーを浴びていきます。シャワールームの順番待ちが混みすぎていて焦りましたが、なんとか搭乗開始に間に合いました。今回はニュージーランド航空のビジネスクラスであるビジネスプレミアで成田から直行便でニュージーランドのオークランドへまず行きます。オークランドで国内線に乗り換えて最終目的地はクイーンズタウンです。この行きの成田オークランド路線は人生最高のフライトとなりました。
客室乗務員の方々の接客が素晴らしくて、特に中国人の男性の CA さんが細かいところまでよく気遣ってくださる親切な方で、非常に印象的でした。機内食も美味しくて良かったです。食後はベッドを作っていただき、しばし睡眠をとります。フルフラットで眠れるのがありがたいです。飛行機を降りた後の体の軽さが違いますよね。もう間もなく着陸です。ニュージーランド航空さん本当に最高でした。今ここはニュージーランド最大の都市オークランドに着いたところで、私の目的地はここから 1000km ほど南にあるクイーンズタウンですので、ここで国内線に乗り換えます。ちなみにニュージーランドの首都はオークランドではなくウェリントンなのです。ご存知でしたか？朝の機内食をパスしてしまったら、今お腹が空いてきて、時間いっぱいまでたくさん食べてしまいました。この機材は全席エコノミークラス、飛行時間は1時間55分です。クイーンズタウン空港は着陸時の景色が世界一美しい空港と言われています。後から知ったのですが、左側に座席指定した方が良いそうです。ペイパープラスというコンビニのようなお店で B カードを購入。B カードは日本でいうスイカのようなものですが、割引があり10ドルのバス代が2ドルになるので圧倒的にお得です。バスからも景色が美しいです。お宿のすぐ近くのバス停に着きました。このエリアはウーバーも普及していますが、地元の方が乗るようなバスに乗ってみたかったのと、金額がウーバーですと100ドル以上、バスなら2人で4ドルと圧倒的にバスが安かったためバスにしました。本日から3泊お世話になるヒデンロッジに到着です。ご夫婦で営まれているアットホームな雰囲気です。Google マップのレビューは 4.9 点。客室数はわずか4室です。大人気のホテルで私が予約をする頃には空きがもう残りこの一部屋でした。今回宿泊するのは一番価格が低いルアという名の部屋です。間取りはシンプルな一間でキングサイズのベッドが1台置かれています。目の前に広がるのはワカティプ湖。ニュージーランドで3番目に大きな湖です。テレビのそばにいるワンちゃんはドントディスターブの合図として活躍してくれます。クローゼットの中にはガウン、アイロンセット、毛布、ドライヤーなど、ミニバーの付近にはお菓子やドリンクが用意されています。コーヒー、紅茶、ココア、ポテトチップス、チョコレート、冷蔵庫の中に入っているジュース、ビールも含め、これらすべて追加料金なくいただけました。扉の向こうはバスルームです。クイーンズタウンは物価と地価が高く、Airbnb でそんなに広くないお部屋でも、1泊10万円以上というところがザラにある中、このお部屋は朝食もついて大人2名で1泊あたり5万円以下と破格です。絶景を見渡せるこの一等地で清潔で接客の良いホテルで、
この価格はなかなかコストパフォーマンスが良いのではないでしょうか。シャワーキャップ、コットン、綿棒、ソーイングセットなどのアメニティも用意されていました。街で夜ご飯を食べると話すと、奥様が送ってくださるとのこと。温かく優しいオーナーご夫妻です。ディナーを19時に予約しているのですが、まだあと1時間ちょっとありますので、ずっと来たかったザ・ワイナリーに早速訪問です。ニュージーランド全国から集められたワインを常時60から80種類グラス量り売りで飲むことができます。そして1000種類以上のニュージーランドワインがセラードアの価格で販売されていますので、気に入ったワインを購入して帰るのもおすすめです。肥沃な大地、朝晩の寒暖差や夏の日照時間の長さなど、ブドウを育てるための好条件が揃っているニュージーランド。地理的条件に加え、先進的な醸造技術の導入により、品質、評価ともに上昇しています。たくさんのワインを少なめの量でいろいろ試せるシステムがありがたく、好奇心が満たされました。初日のディナーは、Google マップの口コミ 4.9 点、湖のすぐそばにあるサンファイヤーに参りました。6泊のうち今日含め4日はディナーをあらかじめ手配してあります。地元産のワインで乾杯。旬が冬のため食べられないかと思っていたフレッシュオイスター。本日の牡蠣はマルボロ産です。凝縮感があり美味しいです。近くのリマーカブル産のキノコ。焦がしキャベツとくるみ。レーズンの甘みがアクセントになっています。お店の名前を冠したチキン。中にもいろいろな具材が詰まっています。ニュージーランドといえばフレッシュな羊のお肉が評判です。どのお料理も美味しかったです。帰りは歩いて帰ります。かなりきつい坂道を1時間半くらい歩き、良い運動になりました。おはようございます。なんて美しい朝なのでしょうか。朝食は7時から9時45分までの間で好きな時間を予約できます。私はハム、トマト、キノコ入りのオムレツをお願いしました。朝食はホテルのご主人が目の前のオープンキッチンで作ってくれます。とても美味しくて、景色も素晴らしく最高です。トーストは通常のパンかグルテンフリーのパンを選べます。私はグルテンフリーのパンにホテル養蜂の蜂蜜を塗っていただきました。ホテルのお隣にオーナー夫妻が住んでいて、ココという名のワンちゃんもいます。街まで歩いて行きましょう。ホテルから街の中心地まで歩いて1時間くらいです。
南半球に位置するニュージーランドの季節は日本と真逆になります。私の旅行時の11月上旬は晩秋にあたるようですが、東京の12月くらいの寒さで上着はダウンを着ていました。11月から3月くらいが観光のベストシーズンとされていますが、ウィンタースポーツが盛んなため、6月から9月も賑わいを見せています。街の綺麗な景色を一望できる丘の上へ、スカイラインというゴンドラに乗っていくことができます。ゴーカートのようなルージュという乗り物に乗ります。さらにリフトに乗って上へ上へ。ルージュは5回のチケットを買って楽しみました。遊び終わった後はカフェで一休み。風が冷たくて外は寒いのでホットラテで温まりました。さて、だいぶまったりしたのでそろそろ街へ戻ります。今夜予約しているお店はクイーンズタウン屈指のファインダイニング、トースト&ウォークです。ミシュランガイドにニュージーランド版はありませんが、もしあったならこちらのお店には星がついていることでしょう。ニュージーランドワインのペアリングとシェフのおすすめコースをお願いしました。アミューズブッシュはパンチェッタの入った揚げパンのようなもの。スターターは3種類のトースト。ストラッチャテッタと唐辛子、ムール貝とリンゴ、サーロインのタルタルです。続いて、トリュフのペーストが包まれたパスタと様々なキノコ。キノコの風味とピノノワールが合いますね。パンとトロトロの生キャラメルのようなバター。メインのお料理がお魚とお肉の2種類あるため、ペアリングのワインも2種類来ました。お魚料理は熟成させたキングフィッシュ。昆布だしを合わせたソースが使われているため、和食の要素を感じます。お肉料理はニュージーランドで育てられている和牛。味噌を使ったグレーズソースが味わいをまとめます。デザインがおしゃれですね。デザートの前にチーズが入った一口サイズのフリットが来ました。私たちのテーブルを担当してくださった方のサービスが非常に良かったです。デザートはカカオとフルーツのコンビネーションが鮮やかな一品。トンカ豆を目の前で削ってくださいました。ごちそうさまでした。19時過ぎてもお昼間のような明るさです。帰りはバスで帰ろうかと思っていましたが、ちょうど良い時間のバスがなかったため途中まで歩きます。結局4駅分歩いてきました。この辺りでバスに乗ります。距離にすると半分歩き半分バスという感じです。
明日の朝が早いので少し時間を短縮してホテルに戻ろうという考えです。寒くなってきたので早くお風呂に入りたいという気持ちもあります。ホテルに戻ってきました。ポーチのような雰囲気なので現地に住んでいるような感覚を味わえます。さてさてお風呂に入りましょう。時刻は21時になりました。おはようございます。ホテルから歩いて20分の場所にあるカマナレイクハウスへ来ました。ミルフォードサウンドへ行くバスツアーに参加します。いろいろなバスが次から次へと来ます。やっと自分のバスに会えてほっとしました。だんだんと夜が明けていきます。6時15分にピックアップ場所に集合でしたので、5時45分に泊まっているホテルを出発しました。ミルフォードサウンドまでは片道5時間ほど。途中でトイレ休憩やコーヒー軽食休憩を挟みながら移動します。とってもお腹が空いたのでひき肉とチーズの温かいパイをいただきました。どこで飲んでもコーヒーが美味しいです。カフェの周りは牧場でアルパカがいました。休憩から戻るとランチバッグが配られました。中身はサンドイッチ、リンゴ、ブラウニー、お菓子、ポテトチップス、ジュースなど。途中、いくつかの場所で泊まります。ミラーレイクス。ニュージーランドのトリッキアも見れました。車窓からの景色が壮大です。Welcome to Milford Sound。クルーズを行っている会社が6社ほどあり、その中で最も評価が高いクルーズミルフォードの船に乗ります。クルーズミルフォードは船の大きさが小さく少人数のブティッククルーズを売りにしています。船長は船の操縦士であるとともにツアーガイドの役割も担っていました。船内には温かいコーヒーと紅茶、クッキーが用意されています。ミルフォードサウンドの年間降水量は7000から8000ミリメートル。1年のうち3分の2、およそ230日は雨が降っています。雨の日は数千本ものカスケードと呼ばれる小さな滝を見ることができますが、晴れの日には枯れてしまい高級的にある滝はたった2本なのだそうです。その大きな2つの滝の一つ、スターリン滝の滝壺まで船は接近してくれます。想像を超える大迫力でした。ミルフォードサウンドは氷河によって削られてできた地形で、厳密には入り江を意味するサウンドではなくフィヨルドです。フィヨルドランド国立公園は世界最大とも言われる国立公園で、これを含むテーワヒポナムというエリアはユネスコの世界自然遺産に登録されています。クルーズ最大の楽しみは珍しい野生動物に会えること。ニュージーランドオットセイが岩場でのんびりしていました。
船長がいち早くとある動物を見つけ、船を近づけてくれています。乗客はみんなどこどこと目を凝らし探すのに必死です。世界で最も希少なペンギンであるキマユペンギンです。世界の中でこのミルフォードサウンド周辺でしか発見されておらず、ミルフォードサウンドでも8月から10月くらいまでの限られた期間しか姿を見ることができません。キマユペンギンは森林に生息するという珍しい特徴を持ち、1年のほとんどが生息地不明となっているそうです。キマユペンギンが可愛すぎて癒されました。なかなか出会えないと聞いていましたので運が良かったです。2時間ほどでフィヨルドを一周し、港に戻ってきました。ポロと同じように袋もバスで帰ります。クイーンズタウンとミルフォードサウンドは車で約5時間の距離があるため、個人でレンタカーをしてアクセスするよりもガイドさんの説明を聞きながら景色を楽しむツアーがおすすめです。クイーンズタウンからセスナ機を利用すれば、片道1時間でミルフォードサウンドまで行くこともできますが、途中で様々なスポットに立ち寄ったり、地上の景色を眺めていられるのが良いなと思い、飛行機ではなくバスでのツアーを選びました。今回参加したのは地域キウイトラベル社のツアーで、世界中の観光アクティビティを取り扱うゲットイヤーガイドのアプリ経由で予約しました。バスと飛行機の大きな違いは金額と所要時間です。前日の通り、バスツアーではミルフォードサウンド以外の場所も楽しめることが良かったですが、今後行かれる方のためにあえてデメリットを挙げるとすると、硬くて狭いバスの座席に往復10時間座っているのは辛かったです。でもガイドさんも良い方でしたし、金額以上の価値がある大満足のツアーでした。予定通り19時にクイーンズタウンに無事到着です。喉が渇いたので 750ml ペットボトルのお水を2本買いました。クイーンズタウンで一番有名なハンバーガー屋さんに寄っていきます。世界の名だたるセレブリティが絶賛し、CNN では世界一美味しいハンバーガーとして紹介されたこともあり、朝から晩まで行列が絶えず大盛況です。気になるお味は見た目に反してさっぱりとしており、素材の良さが印象的でした。味付けのバランスが良く、全体が見事にまとまっています。帰りはバスでホテルまで戻りました。今夜はびっくりするほど星空が美しいです。おやすみなさい。おはようございます。朝食を食べに行きましょう。雨が上がってお日様が顔を出し始めました。オーナーご夫妻がとても気さくな方でアットホームな空間なので、ホームステイをしているようでなんだかワクワクします。朝食の内容はおとといと全く同じグルテンフリーのトーストと具沢山のオムレツにしました。昨日は朝早く5時台に出発でしたため朝食をいただけませんでしたが、朝食を取れない日も希望すればグラノーラやフルーツを前日の夜にお部屋に持ってきていただくことができるそうです。チェックアウトは10時。大変お世話になりました。
秘伝ロッジをチェックアウトし、ウーバーで次のホテルへ行きます。私がずっと憧れていたローズウッドマタカウリに2泊します。詳しい内容は以前投稿したローズウッドマタカウリの特集動画をご覧くださいませ。チェックインをしたこの日よりも翌日がさらに綺麗に晴れたため、特集動画の方の映像は2日目に全部撮影し直したものを使っていますので、今ご覧に入れているチェックイン日の映像は初公開です。今回はクレジットカードのアメリカンエキスプレス経由で予約し、アーリーチェックイン12時、レートチェックアウト16時、15,000円相当の館内利用割引、お部屋のアップグレード、4つの特典を受けています。ホテルで養蜂された蜂蜜のホットドリンクをいただきながら、ロビーでゆったりチェックインの手続きをし、その後館内をご案内していただきながらお部屋に行きました。雰囲気やインテリアが自分の好みと非常に合っており、この場所から望む大自然の景色や空間の上質さなど何もかもが理想的なホテルです。客室数が9室しかありませんので共用部も静かですし、お客様の層もご年配の落ち着いた方ばかりです。館内を探検したりお部屋でぼーっとしたり、のんびりと午後の時間を楽しみました。このエリアはバスが通っていないのでウーバーを呼んで街へ行きます。1000円分だけ両替しました。コインランドリーで洋服を洗濯します。こんな時のために洗剤を日本から持ってきていました。今夜は日本食のレストランを予約しています。さっぱりしたものを食べたくなってくると予想して4日目のディナーにと日本から予約を手配しておきました。クイーンズタウン産の日本酒で乾杯。ニュージーランド北島にあるクリーブトン産の牡蠣。味付けがポン酢とネギというところが落ち着きます。揚げ出し豆腐。お出汁の味がする品々が最高です。クイーンズタウンで茶碗蒸しをいただけるとは。サーモンアボカドロール。お刺身の盛り合わせ。お刺身はこの後もう一皿おかわりしました。日本の白米とお味噌汁。杏仁豆腐とマンゴープリンが2層になっているデザート。スペシャリテの抹茶フォンダン。注文ごとに焼きたてを作ってくださるのでとっても美味しいです。洗濯物をピックアップしてウーバーを呼びました。まだ19時ですので明るくて景色が綺麗です。ホテルに戻ってきました。今日は寒いので早くお風呂に入ろうと思います。バスフォームが置いてあったので泡風呂にしてみました。星があまりにも綺麗なので夜空の写真を撮るとオーロラが映っていました。おはようございます。信じられないくらい美しい景色に感激し続けています。朝食に参りましょう。晴れていると湖の水色がより一層綺麗です。
窓側の特等席に座ることができました。ホテルの朝食が大好きで、普段朝食をとらない私でも旅行の時はたくさん食べてしまいます。歩くのが大好きで、旅行中はとにかくたくさん歩くため、びっくりするほど食べているのに、毎回旅行から帰ってくると旅行前より不思議と体重が減っています。この日は贅沢にずっとリゾート内で過ごしていましたが、それでも1万歩近く歩いていました。午後になってからはサウナを楽しみます。室温が70度くらいで少し温度が低めでしたので、18分を3セットしました。風が冷たくて気持ちが良いです。しっかりカロリーを消費し、お腹がペコペコです。ディナーの前にカナッペなどのおつまみと好きなドリンクを無料でいただけます。ローズウッドマタカウリの特集動画ではお話ししましたが、これから行かれる方のためにご説明しますと、こちらのホテルは朝食だけでなく夕食も宿泊料金に含まれています。コースに合わせてワインのペアリングも注文し、たくさん飲みました。11月上旬のクイーンズタウンは21時でもまだうっすら明るいです。おやすみなさい。あっという間に2泊3日が経ち本日がチェックアウト日です。昨夜たくさん食べて飲んだので、今朝の朝食は控えめにして、朝食後はまたリゾート内のお散歩に出かけます。今日は風が強く、湖でも波が立っていました。予約時の特典でチェックアウトは16時ですので、時間いっぱいのんびりさせていただきました。お部屋で動画編集をしたり本を読んだり、サウナに行ったりもできリラックスして過ごせました。ついにチェックアウトの時です。ウーバーを呼んでまずはクイーンズタウンの街へ向かいます。オークランド行きの最終である20時25分クイーンズタウン発の飛行機に乗りますので、まだだいぶ時間に余裕があります。ちょうど蒸気船が止まっていました。タイタニック号と同じ1912年に建造されたのだそうです。港の目の前にあるシーフードレストラン、フィンズに入りました。こちらのお店はとても接客が良く、私たちのことを日本人だと気がつくと、そっと割り箸をセットしてくださいました。注文したのは2名用のシーフードプラッターです。生牡蠣、お寿司、お刺身の盛り合わせ、シューマイ、ソフトシェルクラブ、炒め物、ニュージーランド名産のマッスルと呼ばれるムール貝、シーフードチャウダースープ、フィッシュ&チップスなど食べたかったものがたくさん詰まった豪華な盛り合わせでした。クイーンズタウンの中心地からウーバーで空港へ向かいます。1日目に行ったワインのお店で気に入ったワインを購入しようと思っていましたが、すっかり忘れて空港に来てしまいました。遠くない未来にまた来たいと思います。余裕を持って空港に着きましたので、ニュージーランド航空のラウンジでのんびりします。日本人のスタッフの方に親切にしていただきたくさんお話ししていたら、私もクイーンズタウンに住みたくなりました。
ズタウンの街でも日本人を多く見かけたのは意外でした。山と湖のある美しい景色が日本人の好みに合っているのかもしれません。オークランドに22時15分に到着し、東京行きの国際線は10時5分発ですので、空港のすぐ目の前にあるプルマンホテルを予約しました。ベッドは広々クイーンサイズが2台置かれています。オークランドの空港から市街地までは車で40分くらいの距離。市街地に泊まろうかも迷いましたが、プルマンホテルが想像以上に綺麗で広くて快適でしたし、何より空港の目の前という抜群に便利な立地であるため、このホテルを選んで大正解でした。ホテルの探し方は Google マップで泊まりたいエリアをざっくり表示し、ホテルの検索ボタンを押してから口コミの点数を 4.5 以上にフィルタリングをかけて、その中から選ぶようにしています。気になったホテルはインスタグラムと YouTube で、ホテル公式ではない一般の方が投稿した映像をチェックすると、より正確なイメージをつかめるのでおすすめです。プルマンホテルは無料のミネラルウォーターが1人2本ずつ、アメニティとして、コットン、綿棒、シャワーキャップ、爪やすり、ソーイングセット、靴磨きセットが用意されていました。おはようございます。ホテルの正面玄関を出てから3分で国際線のカウンターに着きました。オークランド発東京行きの国際線はビジネスクラスを利用のため、上級クラス専用のお部屋でお荷物のお預けをして、そこからスムーズに保安検査場も通過できます。ニュージーランド航空のラウンジでコーヒーだけいただいていきましょう。しっかりしたエスプレッソマシンがあるのでコーヒーが美味しいのですよね。機内食を楽しみにラウンジでのお食事は我慢しました。いよいよ搭乗開始です。ニュージーランドとお別れの時が刻一刻と迫ってきています。今回の旅がとても良かったので、いつか他の地域も訪れてみたいです。ご旅行、お仕事、留学、ワーキングホリデーなど、ニュージーランドへ行かれたことのある方は多いと思います。ぜひコメント欄で思い出やおすすめ情報などお聞かせください。動画のご感想や応援メッセージをコメントしていただけることも非常に嬉しく、毎回皆様からのコメントが励みになっています。ありがとうございます。無事に成田空港に着陸しました。この後は旅費のまとめです。ニュージーランド6泊8日の旅、大人2名の総旅費は、日本円で205万5028円でした。ニュージーランド航空、ローズウッドマタカウリの動画はこちらにリンクを貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。